これ昨日ロピアで買ったんですけど、味噌汁の素ですね。ちょっといつもと違うの買ってみたんですけど、これね、なんと私の大好物の青さのりが入ってるんですよね。青さのりとか、あとわかめとかもちろん、あと麩ですね。が入ってたりして、その代わりね、ネギとか入ってないんですよね。ネギが入ってないんですけれども、ネギは私買ったやつを入れてるんで、こっちにしようかな、味噌汁の素。これすごい美味しい。そして私は油揚げ入れるのが好きなんで、味噌汁に。油揚げ入れて、ネギちょっと今日入れるの忘れちゃったんですけれども、これめちゃくちゃ美味しい。やっぱ青さのり入るとなんか美味しくなりますね。これついにですよ、ついに玄関の照明が直りました。そう、ここね、照明の、電球を取り付けるソケットの部分あるじゃないですか。あそこのプラスチックの部分が割れちゃって、ソケットが割れちゃって電球がそもそも装着できないという状態になっちゃって、でもかれこれね、もう2年近く玄関の照明を、つけられずに、ずっと、ここ真っ暗で、靴履いたりする時とかも見えなくて、外が明るい時はこうドア開けながら靴履いたりとかしてて、そんな状態で結構不便だったんですけれども、でさ、なんか電話するのとかめんどくさいなと思ってたんですが、なんかチャットで相談できるような、修理とか依頼できるサービスがあって、それ使って、修理の人呼んで、このね、そもそもの、照明器具、まるっと交換になりましたね。前のやつ外して、で、これ完全に新しいものを取り付けると。で、このカバー、シェードもね、前丸っこいやつだったんですけれども、それもなんかこう四角いのになりました。で、電球もですね、電球っていうか LED の、電球も、そう、ここ直したところで、電球ないなと思ってたんですけど、なんと、電球も LED の電球もつけてくれて、すごい良かった。そしてなんかね、やっぱり経年劣化とかで結構ね、壊れるみたいです。っていうか、みんなもう、壊れたっていう連絡がめちゃくちゃ入ってるから、今日も、2、3件照明とか、玄関よりね、トイレとかの方が使用頻度高いんで、トイレの照明の依頼が多いって言われたんですけれども、今日も何件かその照明を直してきて、で、車にも何台かこの、このね、これを積んでるんだって、照明器具積んでるんだって、交換用のやつでって言われて、やっぱりみんな壊れるんだなと思って。なので、これね、経年劣化っていうことで、無償で交換してもらいました。めちゃくちゃありがたかったです。ありがたいです。トイレのね、このね、スイッチね、これがよく壊れるらしいです。照明の、電気をつける天井照明でもそうですけれども、トイレとかってこれ入るたびに1日何回もオンオフするじゃないですか。それで、ここ壊れやすいって言われましたね。だから、これだときはまた呼ばないといけないんですけれども。ここもね、築20年ぐらい経ってるんで、私の前にね、何人も住んでると思うし、これ見た感じこれね、ナショナルなんですよね。だからパナソニックになる前ですよね。だから多分、ここ建った時からこれ変わってないと思うんですよ。なので、もしかしたら私の住んでるうちに壊れる可能性は十分にあります。ここで電気、家から出るときは、靴履く前にここでつけて、で、靴履いたら、ここで消して出ると。いいね。全然便利。今日はですね、ちょっとここの交差点を右に曲がってみたいと思います。なんて言えばいいかわかんないですけど、この後ろにポレオ仙台があって、この左側に与平沼公園とかがあるところですね。ここずっとまっすぐ行くと大野原の方に続く道路ですけど、
ここを右に曲がると鶴ヶ谷っていうところに行くみたいで、なんかそこら辺のエリアが行ったことなさそうだったんで、ちょっと行ってみたいなと思います。やっぱここら辺のエリアってこのね、与平沼公園とかがあるんで、こっから北の方向へのアクセスがあんま良くないんですよね。なのであんまり泉区とかになるのかな、そこら辺のエリアはあんまりね行かないんですけど、っていうかそもそも行く道路がないというかね、こっからだとね、東仙台の方のね、東仙台駅とかがあるあそこあれですよ、幸町のイオンのずっとまっすぐ行く道路ですね。あそこ通っていくのが結構みんなあそこ通ってってるんですけど、結構あそこも交通量多いし、かなり遠回りになっちゃってるのでね、こっちの方行ってみます。でちょっと私行ったことないとこ散策するの好きなんで、散策しつつどっか気になるところがあればなんかご飯食べてこようかな。結構アップダウンが激しいですね。さっきめっちゃ下ってて気持ちよかったんですけど、今度登り始めてます。よく自転車降りて歩いてますね。上り坂がね、やっぱこれマウンテンバイクなんで上り坂結構きついんで、降りて歩った方が楽っていうね。なので歩ってます。なんかここにいろいろ食べ物屋さんが集まってますね。ヒルズプラザ鶴ヶ谷っていうところらしいです。あそこにコープとかがあるっていうのはね、地図で見たんですけれども、なんかうちの近くとは思えない見慣れない景色ですね。でまた結構これ映像でわかるかわかんないですけども、結構また下って信号機からまた登ってるんですよね。これ自転車には結構大変な場所かも。さっきのとこが鶴ヶ谷って言ったみたいなんですけど、この先行くと鶴ヶ丘っていうみたいですね。てかまたせっかく登ってきたのにまためっちゃ下ってるんだけど、どうしようかな。でこっち行くと旭ヶ丘駅の方に行けるみたいです。あれですね、大野原公園の地下鉄の駅ですね。あそこに続いてるみたいです。なんとなく位置関係は分かってきましたね。なるほど、そういうとこになってんのか。でも結構多分ね、こっから大野原の方距離あると思いますけれども、一応ここまっすぐ行くとあっちの大野原公園の方に行けるみたいです。であっち先行ってもなんかあんまもうなんもなさそうなんで、ここまでにしときます。なんか公園あったんで来てみました。鶴ヶ谷中央公園っていうみたいですね。そんなにでかい公園ではなさそうですけれども、ここに川が流れてるんだ。そしてあっちの方結構高低差ありますけど、結構下がったところに住宅街が広がってますね。だからちょうどここが一段上がってるところなんですよね。もっと先行くとね下ってましたし、あっちの方行っても下るんで、ここが本当に丘みたいになってるところに今いるみたいです。またこの健康器具的なのがありますね。これは与平沼公園にもありますけど、これ好きなんですよね。この背中伸ばせるベンチみたいなの、これめっちゃ気持ちいいんで。なんかここ下に行けるんですかね。なんかすごい散歩コースみたいになってるのかな。へえ、いいところがこっから行けるみたいなんで行ってみます。なんか車入れないようになってますね。本当に遊歩道的な感じなんですかね。さっきの階段があそこですね。どこに繋がってるんだろうこれ。なんか見えてきた。なんだろう、橋になってんのかな。そう、ここ川になってましたからね、橋になってんのかな。めっちゃ景色いいじゃん。こんな散歩できるところがあると思いませんでしたね。さっきの公園からこんなとこに繋がってると思わなかった。めっちゃいいスポットじゃん。いいですね。というかさっきからさっきの公園もそうだけど、誰一人ともすれ違ってないんですけれども、全く人がいませんね。でカモとかもいて、飛び立った。なんか川っていうより湖的な感じなんですかねこれ。多分そうですね。てか今地図見てみたら結構でかい公園でしたね。でかい公園って言ってもなんかこう
この湖を取り囲んで、これ周り全部なんか公園というかなんか緑地的な感じになってるみたいです。面白い。あれですね、ちょっと与平沼公園のちょっと開放感があるバージョンみたいな感じですかね。こんなにいいところがあるとは思いませんでしたね。うちからも結構近いのに。どんぐらいかかったの？30分はかかってないですね。いや、てかそんな距離でもない。本当に下手したら15分ぐらいの距離。大野原の公園よりも近いかもしれないですね。だから今日これ自転車で来ましたけれども、長めの散歩したい時は普通に歩いてきてもいいかもしれない。で、これあれから団地の方に繋がってるんですね、多分。すごい。上から見ると結構立派な湖ですね。で、向こうに白鳥がいます。ここら辺の人めちゃくちゃ景色いいんじゃないですか、これ。あそこのアパートとか。なんかすごい良さそうです。景色が。なんかほんと、公園の作り的には本当に与平沼公園と似たような感じですね。でも、こんな立派な道路はないですね。じゃあ、さっきの分かれ道のとこの反対の道に行ってみます。これ多分この湖の逆側を回る感じなんじゃないですかね。湖とは言わないか。湖ってもっとでかいスケールのこと言いますよね。だから池とか沼になるのかな。そこら辺の定義の違いとかが分かんないですけれども、猪苗代湖とかがあれ湖ですからね。あのレベルにならないと湖って読めないのかな。与平沼、あれ沼って書くから、多分沼だと思うんで、これも沼なのかな。沼と湖の違いがよく分かんないな。湖じゃないわ。沼と池の違いがよく分かんないですね。池は沼よりも小さいのかな。そこら辺の区別が全然分かんないです。なんかあそこ工事してますね。行けないのかな。そして白鳥はいなくなっちゃいましたね。いましたね、白鳥とあとカモがあそこのコンクリートの上で寝てますね。あれ向かってきてる気がしますね。ていうかなんかすごい、めっちゃ向かってきてます、みんなこっちに。やっぱ人が来ると餌もらえると思うのかね。なんかめちゃくちゃずっとあっちの端っこにいたのに、私がここに来たら寄ってきましたね。でもこうやって何もくれないことを分かるとどんどん去っていくと。では私はね、自然界の動物には餌あげないようにしてるんで、あげることはないんですけど、猪苗代湖みたいに餌がね、置いてあったらあげますけど、あげないということが分かるとみんなああやって戻ってきました。そう、あそこのコンクリートの上で寝てるカモたちは気づかないんですかね、仲間がいなくなったことに。ご飯食べに行きたいですけれども、もう気づいたら2時過ぎちゃいましたね。どっかやってるかな。この落ち葉の上を映ってるか分かんないけど、めっちゃスズメが歩ってるんですよね。ここにも止まってますけれども、保護色で分かんないですけれども、やっぱ自然界でね、いや色大事ですよね。こういうところにいて目立たないっていうね。今スズメいっぱい歩いてるんですけどね、敵に見つかんないように保護色になってるっていうね。いやだからやっぱり生き物の配色って理由があるんだなって思いますよね。それを考えるとうちのインコはなんで顔だけ黄色いんだっていうのは不思議ですけど、なんか調べてみたんですが、あんまここら辺飲食店ないみたいですね。もう本当に住宅街っていう感じで、さっきのね、コープとかあったところくらいですかね、あるとしたら。途中の道でも思ってましたが、あんまり飲食店っぽいお店はなかったですね、ここら辺は。結構調べてみると、東仙台の方のあそこなんていうんだろうな、あそこの道路、狭山町から岐阜の方に行く道路ですね。あそこに結構いろいろ、あそこラーメン屋さんとかあるんですけどね、あそこがヒットするんですよ。結構もう時間が時間なんで、結構終わっちゃってるお店とかあるんで、ちょっと今どうしようか考え中です。なるほど、さっきのカモが寝てたところの橋ですね。あそこが工事してるんだ。
お、いいですね。やっぱ電気作って。結局一旦帰ってきちゃいました。この時間なんで、昼ご飯食べずにちょっと早めの夕飯っていうことで、もう少し経ったらちょっと駅前の方に行きたいんで、昼食べない代わりにちょっと早めに夕飯食べようかなと思います。ちょっと家で作業でもしようかなと思います。最近これ好きなんですよね。ホットレモン。これ原液になってるんですけれども、これを少し入れてお湯で割るとなんかホットレモネードみたいなのができて、すごい好きなんですよね。紅茶と割っても美味しいって書いてあるんですよね。やったことないな。ちょっとやってみようかな。ちなみにうち紅茶はジャンナッツのオリジナルアールグレイです。これはカルディで買ったんですけれども、これすごい美味しいですね。スリランカ産の紅茶みたいです。なんかほんとちょっとでいいみたいですね。紅茶1杯に大さじ2杯 30ml か。だから本当にちょっとなんだ。紅茶入れまして、もう完全こういうのめんどくさいんで目分量ですね。うまっ。めちゃくちゃうまいですね、これ。想像以上にうまいな。この紅茶になんかレモンのね、だからレモンティーみたいな感じ、レモンティーとも違うんですよね。まあ確かにレモンの風味が紅茶に入るっていう感じなんですけど、この紅茶を飲んだ時のこう落ち着く感じとホットレモンのなんか喉に良さそうな温まるような感じが合わさった感じですね。ちょっと今日は午前中ゆっくりしてたんで、ちょっといろいろとやりたいことをやっておきます。さてちょっと久しぶりにいただいちゃおうかな。氷ないんで、私ロックで飲むのが好きなんですけれども、氷がないんで、このまま。うまっ。ここ1週間ぐらい全然お酒飲んでなかったんですよ。それも、地元にいた時に、東海市ってお祭りやったんですけれども、1月10日にそのお祭りをやったんですけれども、その時にね、もうかなり飲みすぎて、で、次の日二日酔いになって、で、結構それも、やばい、ちょっと飲みすぎたな、みたいな、そんなレベルじゃなくて、結構夕方ぐらいまで、具合悪いぐらいの感じで、で、しかもね、その日にね、こっちの仙台に帰ってこないといけなかった日なんですよね。なので、その、二日酔いのままなんとかこっちまで帰ってきて、そんな感じのことがあったんで、ちょっと飲まないでおこうかなと思って。だから1週間以上、下手したら10日ぐらい飲まなかったんじゃないですかね。今日20、あれ何日だろうね。今日21か。なので、ちょうど10日ぐらい飲んでなかったです。うまいな、久しぶりに飲むと。今日もあとは予定なくて、で、ちょうど明日も何もないので、ちょっと今日は飲んじゃいます。で、ちなみにですね、これ、ウイスキーはね、冷蔵庫に入れた方がね、美味しいらしいんですよ。そう、これ家族がね、実家がウイスキー冷蔵庫に入ってて、で私ウイスキーはずっと常温で置いてたんで、なんか冷蔵庫に入れると美味しいよって言われて、まあ美味しいのはね、わかるんですけれども、この瓶のまま冷蔵庫に入れるってことをやってなかったんですけれども、入れるようにしてみましたら、めちゃくちゃ美味しいですよね、やっぱり。氷を入れて、そこにウイスキー入れて冷やすってことをやってたんですけど、そもそもウイスキーを冷やしといた方が、これ氷を入れた時も氷があんまり溶けなかったりするし、そもそもキンキンに冷えてて、美味しいので、これ、ボトルごと冷やしちゃうのはおすすめ。しかも、今日の私みたいに、氷を用意し忘れた時なんかは、いいですよ。ストレートでも冷たいウイスキーを飲むことができますね。まあでも氷欲しいな、やっぱり。お供はこれですね。バタピー。このウイスキーのおつまみにはこのバタピーがめちゃくちゃ好きなんですよね。このロピアでね、このめちゃくちゃでっかい、何グラム入ってんだろうな、これは。375グラムも入ってて、なんとこれ300円ぐらいなんですよ。これを買ってゆっくりウイスキーと一緒に食べるっていうね。まあ安いやつなんでたまに美味しくないの入ってたりするんですけれども、せっかくなんでこれで YouTube 見ながらゆっくり。体感日が少し伸びてきた感じしますね。5時くらいになって明るいんですよ。真冬というか年末、ね、日が短かった時は5時になったらもう真っ暗だったんですけれども、5時になっても結構明るいんですよね。今4時15分ぐらいなんですけれども、4時過ぎたら暗かったですね。地元に年末いた時は。で
でも4時で、明るくはないですけど、暗くもないぐらいの明るさになってきて、で、これが5時くらいまで続いて、5時過ぎてから本格的に暗くなってくるみたいな感じなんで、若干日が伸びてるような気がするんですよね。帰宅ラッシュの時間なので混んでるの覚悟だったんですけれども、全然ですね。そういえばイオンは今年の秋にできるみたいです。この、なんていうんだっけ、ここに新しくイオンができるんですけれども、楽しみですね。結構建物はできてきてるんですけれども、多分中を作るのに時間かかるのかな。上杉ですね、上杉。ここら辺のエリアも結構再開発が目まぐるしいというか、ここの左にも結構新しいマンション建ってるし、いいですよね。自分のマンションの隣にイオンがあるとか、めちゃくちゃ便利でしょ。さあ、久々に高等大公園のところに来ましたね。高等大公園とか、錦町公園とかあるエリアに来ました。ちょっとこの先にメインやごっぱちっていう、数字で58って書いてごっぱちっていうラーメン屋さんがあるんですけれども、そこがここら辺では一番麺が太くて醤油味のラーメンでね、私の大好きな青さのりが入ってるっていうね、友達に教えてもらったお店ですごい好きなんですけれども、あんまりここら辺のエリアでご飯食べることがなくて、多分1年ぐらい行ってないんですけど、ちょっと今日久々にね行こうかなと思い立って、いやもう本当に今日昼ご飯食べてないんで、ウイスキーのお供のナッツしか食べてないんで、多分今食べたら相当美味しいですよ。ここね、今、高等大公園のとこから歩いてきて、今右側に錦町公園があるところなんですけど、あそこの信号渡った先のビルに中華そばって書いてあるんですけど、あそこですね。メインやごっぱち混んでるかな。外待ちはないけど。はい、お待ちください。うまかったです。やっぱ美味しいな。麺がなんかそもそも太いだけじゃなくてすごいゴツゴツしてて美味しいんですよね。ただ今最後のスープ飲んだ時に黒胡椒のジャリジャリが入ってきてめちゃくちゃ辛いです。ここの錦町公園でちょっと休憩します。何もイベントやってない時に来るのはなかなかないかも。ちなみにさっきのラーメン屋は結構30分ぐらい待ちましたね。やっぱ混んでました。でも道はそんな混んでないですね。なんかこの街の人の量的にはそんなに多くない気がします。で早速鳥だるま見えましたが、外待ちはなさそうですね。一人なんですぐ入れると思うんですけど、飲み放題いくらなんだっけかな。798円だ。安すぎますね。仙台名物レゲエパンチ、つかめっちゃ甘いです。赤玉パンチっての気になって頼んでみました。なんか一応このメニューではワインっていう区別になってるんですけど、ちょっとどんな感じなんだろう。確かになんかワインの風味はするんですけど、炭酸が入ってますね。そしてなんだろうな、ちょっと甘いのかな。甘いワインみたいな感じなんですけど、普通のワインよりちょっと味が薄いですね。炭酸で割ってあるのかな、ワインを。ちょっとよくわかんない。赤玉パンチ、なんかジュースみたいですね。結構飲んだな。ということで90分の飲み放題、生ビールが5杯とその他レゲエパンチをいろいろ飲んだんで、それ 2,3 杯かな。いやーなんか結構ビールでお腹膨れましたね。料理はね、お通しの煮込みみたいなのと、あと1000円で3品頼めるみたいな、そういうセットしか頼んでないんですが、ちょっと久々にビール飲んだからお腹膨れたな。結構
れ初めて飲んでみたんですけど美味しいですね。ホワイトサワーキリンのやつらしいんですけど、コンビニで見つけてね買ってみたんですけど、なんかすごい美味しい。なんかカルピスみたいな感じですごい飲みやすいから危険っていうのもあるんですけどね、9%もあるんで、ここでゆっくりしてたら工事が始まってすごい騒音なんですけれども、